皆さんこんにちは。聞く日本語のあずさです。今日はフリートークの形でお送りしています。そして今日のテーマは字幕についてです。皆さん気づきましたか？この聞く日本語チャンネルではすべての動画に英語と日本語の字幕が入っています。正直なところ字幕をつける作業というのは私にとって結構大変でもあり面倒でもあります。しかも翻訳もしなければいけません。それでも私は全ての動画に英語と日本語の字幕を入れたいんです。今日はなぜ私が全ての動画に字幕を入れるのか、その理由についてお話ししたいと思います。そして字幕を使ったおすすめの日本語学習方法についてもお話しします。きっと皆さんの役に立つ情報があると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本題に入る前に、皆さん字幕って言葉面白いと思いませんか？字幕の字は文字の字ですね。では幕は何のことか分かりますか？幕というのはカーテンのことなんです。だから字幕は文字のカーテンという意味なんですね。これは結構面白い日本語だと思います。では話を本題に戻しましょう。なぜ全ての動画に字幕が入っているか、これには2つの大きな理由があります。理由その1、皆さんに学習方法を選んでほしいから。理由その2、字幕を使うことでアクティブラーニングができるから。それではそれぞれの理由について説明したいと思います。まず理由その1、皆さんに学習方法を選んでほしいからについて説明します。私は残念ながらここから皆さん一人一人のお顔を見ることができません。皆さんがどんな人なのか、なんで日本語を勉強しているのか、どのレベルにいるのか、そしてどのレベルまで上げたいのか、それらがわからないんです。当然のことですよね。だからこそ皆さんに私のチャンネルの使い方を選んでほしかったんです。これが一番大きな理由。人によってはまだ日本語を始めたばっかりで、日本語の音声だけだと理解が難しくて全然動画が楽しめないという人もいると思います。また逆に日本語が理解できてもっと上手になりたい人たち、そういう人たちは例えば動画に英語のテロップが入っていると、そのテロップが邪魔だなと思ってしまうこともあると思います。で、私は英語はある程度理解できるんですけれども、もし英語で何かを見るとき日本語のテロップが入っていると、どうしても日本語のテロップを読んじゃうんですね。で、日本語のテロップを読んじゃうと内容だけ楽しんで、もう英語に全くフォーカスできなくなってしまうんです。で、そういう時は日本語の字幕ではなく英語だからオリジナルの言語の字幕が役に立つなと思ったりします。皆さんの中にもそういう人たちがいるんじゃないかなと思います。つまりまとめると、それぞれのレベルに応じて字幕の役割というのは変わってきます。英語の字幕が必要な人もいるし、日本語の字幕の方がいいという人もいるかもしれないし、字幕を全く見たくないという人もいると思います。で、私は多くの人に動画を楽しんでいただくために、この字幕の選択肢を与
与えたかったんですね。これが1つ目の理由です。次、2つ目の理由。字幕を使うことでアクティブラーニングができます。これは理由1につながっています。字幕の使い方はその人の日本語学習レベルに応じて変わってきます。だからそれぞれの日本語学習レベルに応じて字幕を上手に使うことでもっと効率的に学習できると思うんです。で、具体的にどういったおすすめの学習方法があるかを説明したいと思います。まずは日本語初級の人たちのおすすめの勉強方法を紹介します。使う字幕は英語の字幕です。そしてこの勉強方法の目的は内容を理解しながら日本語の音に慣れるということです。具体的にどうするか言います。日本語の音声を聞きながら英語の字幕をオンにします。それで内容を英語の字幕で理解しながら日本語の音を聞きます。で、音を聞いている時にポイントがあります。それは日本語を聞いている中で自分の知っている単語を探すということです。で、その皆さんが知っている単語というのはその動画とか音声の中で必ず1個か2個は出てくると思います。単語だけじゃなくて挨拶とか短いフレーズでもいいんです。で、その皆さんの知っている単語、挨拶、短いフレーズを一つでも多く聞き取ること、これがポイントです。それでは次に中級レベルの字幕を使った学習方法を紹介します。使う字幕は日本語の字幕です。まずは字幕をオンにして音声を聞きます。そうすると分かるところと分からないところが出てくると思います。で、分からないところが出てきたらそこで音声や動画をストップして字幕を頼りに辞書で調べたりインターネットで調べたりします。で、この学習のポイントは日本語だけで内容を理解してみるということです。英語とか他の言語には頼らず日本語だけでやってみる、ここにポイントがあります。で、どうしても日本語だけで難しい時はその動画とか音声のレベルを少し下げてみてください。例えば日本のバラエティを見てたとします。その時に日本語の字幕があってもバラエティの例えばその冗談とか本当に自然に話す日本人のスピードとかについていけないとどうしても難しいですよね。そういう場合は日本語学習者向けに作られた教材だからもう少しゆっくり話している、正確に話している日本語の音声とか動画を使って勉強してみてください。まずはあんまり難しくない教材から始めるのがおすすめです。そして最後に上級者向けの学習方法を紹介します。使う字幕は日本語です。ただ最初は日本語の字幕をオフにします。そして音声だけで理解できるかどうかチェックします。もしわからないところがあれば日本語の字幕を見てわからない単語を調べたり表現を調べたりします。それができたらもうあと一歩頑張ってみましょう。それはシャドーイングです。日本語の字幕をオンにして音声と同じように発音してみます。そうすることで自分の使える単語やフレーズや表現を増やしていきます。それと同時に発音の練習もできます。これはめちゃくちゃ
きついですが効果的な学習方法だと思います。でこれは皆さん気づいたと思うんですけれども、インプットだけではなくアウトプットの練習も含んでいます。そして私は別の動画でも話したんですけれども、インプットとアウトプットの両方をすることが日本語や他の言語の学習にとっても大事だと思っています。これは私も3カ国語今まで勉強してきてよく分かったことです。でこのアウトプットを字幕を使ってすること、これはめちゃくちゃ効果的です。ぜひ日本語上級になりたい人は試してみてください。今日の動画はこれでおしまいです。皆さん楽しんでいただけましたか？最近いろんな動画を出しているんですね。料理とか文法の動画とかフリートークとか出してるんですけれども、皆さんに質問なんですけれども、どの動画が一番好きですか？どの動画が一番役に立つと思いますか？ちょっとチャンネルの方向性も決めたいので、できればコメントで教えてもらえるとすごく嬉しいです。それではこれからも日本語の勉強を一緒に頑張りましょう。バイバーイ。